明日から使える親方講座。いやー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どう使うかはもう、はい、皆様次第ですけど、はい、まずはじゃあ、基本ですね。稽古からですね。はい、早速やりたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。稽古をする前にチャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いします。お願いします。早速ですね、はい、もう回しも締めたところで、もう一番の基本といえばやっぱり思考ですよね。はい。はい、思考はどこを意識したらいいのか、何が大事なのかっていうのをね、ぜひはい、できればと思います。じゃあまずは足幅ですかね。肩幅よりちょっと広めぐらいで、はい、足を開いていただきまして、そのまま、ちょっとこう足を股を割った状態ですかね。少しこうその状態でできることであれば膝の角度は90度。90度で、これだけでも結構きついんですけど、これだけでもね、きついですね。相撲はやっぱこうバランスをね、崩し合う競技なので、これが大事ですよね。はい、みんな足を上げることに結構こう重点を置きがちなんですけど、はい、一番初めはまず体重移動ですね。はい、これで体重移動、まず膝ここに体重を乗せます。こっちですね。で、その次に体重移動してそのまま、まず右からですね、右足を上げる。そうですね。で、もう今分かるようにもう足が降りた時にはもうまたこの90度の形に戻ってるんですよね。これが落として膝をもう一回曲げるとかっていう動きをしてしまうとちょっとこう、楽だし、はい、少しね。これはもう自分との戦いなんで、そうですね。やっぱ気持ちも鍛えられるっていう、はい、思考はね、こう土俵をこう清める、はい、ね、そういう意味もあって踏むやっぱ神事ですからね、相撲は。ね、はい、そういう意味もあるので皆さん家でね、家を清めるためでも家でも、はい、がっちり四股踏んで気をこう沈める。そうですね。邪気を払ってください。はい。はい。とりあえずじゃあ次反対で。はい。そうですね。教習所ではそうですね。1で体重移動、2で足を上げる、で3で下ろす。ね。これが一番の基本です。相撲の基本の思考になります。はい、これをやると下半身も強くなりますし。そうですね。はい、やっぱこれやってる人とやってない人はやっぱり足の太さとか、はい、お尻のでかさとか全く違いますね。街歩いてる人はこの人なんか足がっちりしてるなと思ったらこれこの人四股踏んでるなって。四股踏んでんなって。お手本お願いします。体重移動ですね。体重移動。で大事なんで。上げる。足上げて。で起こす。うわ、やっぱ重さが違います。いや、なんかちょっとめちゃこんなカメラの前で四股踏むってなんかあんまりないんでちょっと。めちゃめちゃこう重みのある。恥ずかしいですねなんか。全然自分と音違いますねやっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんな感じで大丈夫ですかね。力強い。大地を踏みしめてます。これが四股です。皆さん。はい。これがお手本です。四股です。はい。マンションだとやっぱ下の階の方にはちょっと迷惑になっちゃうかもしれないんで、やっぱりこう、広場とかですね、公園とか外がおすすめですけど、もし家で踏む場合は優しめに踏んでいただくっていうのを、そうです、配慮していただく。でもどこでも踏めますから、はい、もう自分の体があれば、なんなら回し買ってもらっても全然いいですし。ですね、回し締める動画もですねあるので、確かにそれを見て回しを締めて。なるほど。回し上げるもありますからね。あとはもうなんかね、親方クッキングのちゃんこでも食べてもらって寝る。あ、いいですね。完璧ですね。完璧。それがもう、そしたらもう力士ですわ。はい、力士です。親方チャンネル。続いてはすり足。すり足。立ち合いからのですね。足の運び方ですね。やっぱりすり足じゃないと俵をこう足が越えてしまって勇み足することがあるんですけど、やっぱ足をすることによって俵で止まるんですよね。でこれがすごく大事なんで、足を運ぶ稽古がすり足になります。すり足よろしくお願いします。はい。まず四股と同じぐらいの肩幅よりちょっと広いぐらいで開いて、四股と同じ形ですね。90度ぐらいまで曲げてから手をつきます。で手をついて足を運ぶんですけど、その時につま先は開いたままで親指を
地面から離さないということですね。そしたらこの後ろを見てもらったら分かるんですけど、この跡がちゃんとつくんですよね。これが大事になってきます。それをこの膝を曲げたまま、重心を移動するっていうのが、意外と難しいんですけど、これができたらそうですね、もう誰にも押し負けることはないです。普段押してきたなっていう時にもこう膝を曲げて、すり足で明日からすぐ押せますからね、これができれば。この後がよく言われる電車道のここから来てるんですね。すり足ですね。ここポイントとしてはやっぱ膝を曲げたまま移動するっていうことですね。ここが何ですかね、このぐらいだとやっぱ押せないんですよね。こういうすり足だともうめちゃめちゃ楽なんですよ。さっきの四股と同様に膝を曲げたまま動くっていうことですごく足腰が鍛えられるんで、曲げたまま体重移動ですね。そうですね。相手をイメージするっていうことなんですけど、やっぱり普段前から人来た時にすぐ手を出してください。まずは手出してからで膝曲げたままこうです。そしたらやっぱ相手もやっぱ多分びっくりすると思うんで。そうです。普通に歩いてるとやっぱりこう刺されたりとか、はい、でこうパッと入られたりとか取られたりすることがやっぱありますよね。よく歩いてると、すかさず手を前に出す、ね、膝を曲げる、で足を出すです、これですね。でやるとやっぱ相手もそうしてくるかもしれないんで、やっぱそこに対抗するにはやっぱり低くですよね。低く相手からこう行くってことがやっぱり大事だっていうことですよね。基本です。やっぱ基本ですから。いや手もこれも大事なんですけど、やっぱこの手が前にあるということはこの脇が締まってるんですよね。そしたら相手が刺しに来た時に防げるんです。そうですね。刺されないんです、ここにあると。でもここだとやっぱここにスペースあるんで刺されちゃうんです。なんで体の前に手を持ってくるっていう。すり足はやっぱりいろんなパターンがやっぱりあるんですけど、このゆっくりなやつと、速いやつとより実践向きと、じゃあ速いバージョンいいですか、お願いして。いやちょっと僕ですかゆっくりやりたかった腰をこうグッと決めてからですね。手をついて、うわそれあんまり速くなかったですね。あんまり速いですよ。十分速いですよ。あんまり速くなかったですね。この構えのままでもう100メートル走走るぐらいの速さでもうスピードでいければもう誰にも負けない。誰にも負けないです。押し負けることはないです。これ両方やっぱりやった方が自分はいいと思ってます。やっぱ鍛えるところが変わってくるんで、左右バージョンもやっぱり相撲のこの親方にまずしっかりここでこれ一緒ですね。ここは一緒ですね。構える。手をついてでよっよっよっ。これはもう右四つ左四つってその攻めてる流れの中で四つになるので、動きの中で体に覚えさせるという、そういう稽古ですね。いろんなやっぱりパターンを相撲を取る前にやることでウォーミングアップにもなりますし、自分のイメージもこう湧きやすいという。そうですね。まっすぐばっかりじゃないんで、横断歩道渡った後に右曲がる時なんかは皆さんこうやってこう言っていただければ、すぐ曲がれますし、相手に何もさせない。スクランブル交差点とかですね、どう来るか分かんないんで、やっぱり相手にもこう読まれないようにまっすぐ行くと見せかけてこう。そうですね。確かに。ぶつかるとね、やっぱりあんまりいいことないですからね。やっぱりこう皆さんがこう同じ気持ちでこういう動きで常にスクランブル交差点歩けば、すり足すればぶつからないですね。平和ですね。平和しかないです。そういうことです。親方チャンネル。これも相撲の昔からある稽古ですね。鉄砲。なんか名前はね、なんか鉄砲ってなんかちょっとこうあれですけど、由来は何なんだろうね。ちょっと本当に鉄砲を出すわけではないんで、鉄砲柱って言うんですけど、本当に木の柱なんですけど、これに向かって手を強く打ちつけるんです。これを体も使いながら一回やってみたいと思います。お願いします。そこで
今これが大事なんですこの鉄砲柱にこう自分の体重を乗せて伸ばすっていうのがやっぱこう腕のトレーニングにもなりますし、でさっきと一緒でやっぱこの膝が曲がった状態ですね。この状態でやるとより腕にも足にも効いてくるので、はい、でしかもこの相撲にもね近い体勢っていうのもあるので、そうですね。ちょっと久しぶりにやりました。いや手が痛いです。手も痛いですよね。これ痛いです。でもこれも本当どこでもできますからね。はい、やっぱりこう道端で鉄砲柱あると思ったらすぐもう鉄砲撃ってください。もうだから柱見たらまず10回撃つっていう決めて1日過ごしてもらえれば、そうですね。もうでっかい柱か木かね、電信柱かでやっていただければ、はい、やっぱりこの木を相手だと思ってください。これも相手なんですよ。もう相手にめがけてしっかり体重をかけるという、自分はもう現役の頃はもう相手だと思ってました。ストレス解消にもしかしたらなるかもしれないですね。少しなんかこう今日嫌なことあったなとか思った時になんかねうんってこうやればちょっとこう気持ちもその時にもうシュッでこのシュも意外と大事かも。確かにこのシュッてこう吐くことによってこうよりスピード感が増しますし、親方の鉄砲もちょっと一回見たいんで。これですね。全然音が違う。うわ、大丈夫ですか？木が大丈夫ですか？気持ちがどんどん気持ちが乗ってきてる。もうなんかこう気分が気持ちも晴れて、いいですね。いいですね。これをですね100回200回力士はですねこれをもう平気でやるんで、動画見た後もすぐ外行ったらもう木ありますから。その時はもう絶対皆さんすり足で行ってで鉄砲柱で鉄砲してで四股踏んで明日からあなた皆さんもうお相撲さんになれます。はい、ということで最初のですねやっぱ基礎稽古編基本稽古、皆さんどうでしたか？やりたいと思ってますよね。もうこの動画見たらもうすぐもうこうやってやるんだなってもう思いながら見ながらやっていただければ皆さんすぐ強くなりますから。またなんかこうねこういうのを稽古とかなんか相撲とかでこういうの分かんないな、こういうの教えていただほしいなってことがありましたらぜひコメント欄に書いていただければと思います。この動画が、面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いします。お願いします。